ストレイキッズ in 大阪。リノとヒョンジンは大阪の粉もんが大好き。7月8日、ストレイキッズの公式 YouTube がリノがプライベートで日本旅行を楽しむ様子を収めた Vlog を公開。リノは休日に友人と共に2泊3日の日本旅行を計画したようで、大阪を訪れました。動画ではまずリノが日本行きのためにパッキングをしている様子が映されており、日本に行くのに必要な変換プラグとプラグを詰める様子が、リノが日本にとなんだか実感が湧きました。そしてバッグの中にはクリップがついており、よく見るとこれはアニメ「スパイファミリー」の人気キャラクターアーニャでは、リノはかなりアニメ好きなことでも知られています。最近では韓国でも話題沸騰中のアニメ「推しの子」の主題歌である YOASOBI の「アイドル」をよく聴いているようで、究極のアイドルとノリノリで生歌を披露したシーンが話題になりました。リノのパッキングといえば、オーディション番組「ストレイキッズ」の時、リノは宿舎に移るために荷造りをしているセルカで「僕の風呂敷シリーズです」と風呂敷を取り出し、布をほどいて中の衣服をパッキングしていました。今時の若者には大変珍しい風呂敷スタイルの収納が面白すぎるエピソードです。衣服を取り出すシーンは映っていませんでしたが、まだ風呂敷なのでしょうか。気になるところですね。パッキングが終わると空港に近いリノの実家により、3匹の猫ちゃんを探し、見つけると「お母さんここにいるよ」といい猫ちゃんたちとじゃれました。動物好きなところ、お母様と仲良しなところも押せます。休日の2日目、空港に着くとリノは日本で食べたい食べ物をピックアップ。リノは僕が調べておいたお店が多いんだけど、ラーメン、お好み焼き、焼きそば、串カツ、鉄板ステーキ、あとなんだっけ。次々と食べたいものの候補を挙げるリノに友人が「1日3食なら2泊3日分でたんじゃない」と言うと、リノが「1日5食食べるつもりだけど5食だってどら焼きやたこ焼きはおやつだから」待って、めっちゃ大阪グルメ食べてくれるじゃないですか。この会話だけで関西ステイはもう嬉しいのではないでしょうか。驚いたのはリノの食欲だけではなく、流暢な日本語。飛行機が日本に到着するとリノは小声で「寝て起きたら大阪に着きました」と日本語でコメント。リノはグループの中でも特に日本語が得意なメンバーで、ライブ配信でも日本語で送られてきたコメントを読み上げて日本語で返してくれることもあります。日本のファンからしたらこんなに嬉しいことはないですよね。リノは日本のアニメを見るのが好きで、それを通して日本語を勉強したり、日本スタッフから使える単語を学ぼうと努力していると言います。何それ、尊い。ちなみにリノはカタカナも勉強していたことがあるそうですが、つとしの見分けが難しすぎてカタカナは断念したそうです。確かに私たちは何気なく判別していますが、見慣れない人からしたら相当ややこしいですね。人には利き顔があり、左右のどちらの顔が写りがいいか自分が分かっていると、そちらの顔を積極的にカメラを向けます。国宝級の顔面のリノにも利き顔があるようで、友人にカメラを持ってもらい、歩いているところを撮影していたリノは、こっちの顔の方が好きなのでこっちから撮ってと撮影方法を指示。友人に利き顔から撮影してもらうために車道側に移動したリノは、あなたを守るために内側にしたんだよと後付けの理由を追加しました。友人がリノに遠くから撮った方がイケメンですねと言うと、本当？じゃあもっと遠くから撮ってとカメラから遠ざかるリノ。おやつにたこ焼き屋さんを探して歩いていたのですが、お目当てのたこ焼き屋さんが閉まっており引き返す2人。するとさっきまで利き顔で撮っていたのが、リノが方向転換したことで反対の顔になってしまいました。友人が「今イケメンじゃないけど大丈夫ですか?」と言うと「じゃあこうやって歩きます」と、リノは後ろ歩きで歩き出しました。こういう小ネタが面白くて好き。ステイからしたらどの角度から見るリノもかっこよすぎるのでノープロブレムですよね。リノが食べ歩き中にたこ焼き屋さんを見つけると「注文してもいいですか？ネギチーズ8個」と日本語で注文。店員さんから「今食べますか？持って帰りますか？」と聞かれても慌てたり聞き返したりすることなく「今食べます」と返答していました。リノの自然な日本語にファンは店員さんの言ってることもちゃんと理解して返答してる。よく勉強してくれてるんだね。すごい自然な日本語。日本語の上達がすごすぎる。日本語でたこ焼き注文できて嬉しそうなリノくんかわいいしすごい。
と絶賛。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、串カツ、ラーメン、おでん、寿司とたくさん日本で食べ歩きができたりの。最終日にはアニメショップがあると聞いて、東梅田のヘップ59にあるジャンプショップを訪れました。背景にあの赤いクジラが。ホテルの窓からはおそらく難波のグリコの看板、食べ歩きのシーンでも見慣れた街並みが映り、大好きなアイドルが大阪の街にいることが関西ステイはたまらなく嬉しかったのではないでしょうか。リノが休暇使って大阪に来てくれることも嬉しいし、当たり前のように歩いてる道をリノが歩いてるのが何回見ても不思議。大阪の地を2万歩も歩き回ってだいぶガチめの食い倒れツアー視点の最高すぎる。あんなイケメンが顔も隠さず普通に見慣れた場所を歩いててびっくり。日本語で注文してるのも可愛すぎた。リノのホテルが高級じゃなくて普通のホテルなの交換。スーパースターのリノが日本に来て普通のホテルに泊まって普通に電車乗ったり食べたり普通に観光してるのが信じられない。リノの他にもヒョンジンは来日した際絶対に食べる日本の料理がお好み焼きとたこ焼きだそうです。めっちゃ大阪好きじゃんスキズ。5月27日、ヒョンジンがストレイキッズの公式 YouTube チャンネルでライブ配信を行った際に、お好み焼きは美味しかったですか？というコメントを読み上げました。これは20日に放送されたストレイキッズの日本初となる地上波冠番組、ストレイキッズ東京ミッションツアーでお好み焼き食べていたシーンを振り返っての質問です。アイエン、ヒョンジン、スンミン、チャンビンが順番にお好み焼きをコテでひっくり返し、成功すればバーベキューの高級食材が手に入るというものなのですが、4人とも見事に成功。その後みんなでお好み焼きを食べていました。ファンからのコメントにヒョンジンは、本当に幻想的です。お好み焼きはすごく美味しいです。僕は本当にお好み焼きにサイダーを合わせるのが好きです。と回答。お好み焼きにサイダーを合わせるのはヒョンジンスタイルらしいです。続けて、お好み焼き大好きです。たこ焼きも好きで日本に行ったら絶対に食べます。お母さんとお父さんと家族旅行に行った時、大阪の市場みたいなところのお店でお好み焼きを食べたんですが、すっごく美味しかったんです。その時がお好み焼きを初めて食べた時だったと思います。いい思い出があるからか、お好み焼きが美味しいんです。と話し、ヒョンジンは大阪名物の粉もんにすっかり虜になっているよう。ヒョンジンはラーメンやパンが大好きでいつも小麦粉担当ですもんね。以前スーパースターが帰ってきたというスターが子供の子守りをする韓国の人気バラエティにストレイキッズのヒョンジン、アイエン、フィリックスが出演した際、フィリックスの低音ボイスで赤ちゃんが泣いてしまったり、泣山そうと3人が順番に抱っこして歩き回ったり、子守りの大変さを身をもって体験し、赤ちゃんがミルクを飲み始めて平和が訪れると、ヒョンジンは親にメッセージを送る。お母さん、ありがとう。僕もこんな感じだったよね。簡単なことではないと思います。育ててくれてありがとう。大好きです。とカメラに向かってコメントしました。いい子すぎるよ。家族思いなヒョンジン。中でもお好み焼きには家族との大切な思い出が詰まっているので、日本に来たらお好み焼きとたこ焼きを食べるのが必須イベントになっているそうです。ファンの反応は、ヒョンジンの口からお好み焼きって言葉が連発してて尊い。ヒョンジンのおかげでお好み焼きが幻想的な味に感じてしまう不思議。ヒョンジンがお好み焼きやたこ焼き好きなの、ザ小麦粉ボーイって感じで好き。家族との思い出を大事にするヒョンジンが好きすぎる。リノとヒョンジンの関西粉もんエピソード、いかがでしたか？とりあえずステイはお好み焼きとサイダーを合わせて食べてみましょうか。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。